ベルの日本語の聞き取りの練習です。主に日本の文化について紹介しています。まずは最初から最後まで集中して聞いてみてください。そしてわからないところがあれば字幕を見ながら聞いてみてください。内容が理解できたらぜひ一緒に声に出して読んでみましょう。そうすることで聞き取りの能力が格段にアップします。今回のテーマは前回に引き続き神道です。前回の動画では神道の始まりと歴史について説明しました。まだ見ていない人はぜひチェックしてみてくださいね。今回は神道の神様についてもう少し詳しく説明していきたいと思います。どんな神様がいるのでしょうか。そしてその神様たちと日本人がどのように関係しているのでしょうか。では早速始めたいと思います。はじめに今日覚えてほしい言葉があります。それは神話。神話とは昔から伝わる神様についての物語のことです。日本だけではなく世界中に神話がありますね。前回の動画では次のように説明しました。神道では自然の中にあるあらゆるものを神様だと考えます。山には山の神様がいます。水には水の神様がいます。それらの神様についての神話がたくさんあります。その中で特に有名なのは日本を作った神様の話です。これは古事記という日本で一番古い歴史の本に書いてあります。この神話の一部を紹介しましょう。大昔、世界はまだ形がありませんでした。全部が海のような感じです。そこにイザナミのミコトとイザナギのミコトという二人の神様がいました。イザナミは女性、イザナギは男性の神様です。二人の神様は海に一つの島を作りました。そしてイザナミは子供をたくさん産みました。一人目の子供は淡路島という島になりました。それから九州、本州などたくさんの島ができました。次はそれぞれの島を治める神様を作りました。それから石の神様、風の神様、家の神様などたくさんの神様を作りました。これが日本を作ったイザナミのミコトとイザナギのミコトの神話の一部です。神道ではあらゆるものに対して神様がいると考えられます。それはこの神話を読んでみるとよくわかりますね。実は現代の日本でもこのような考え方が残っています。例えば
私が小さい頃の話です。学校で昼ご飯を食べていました。その時、先生からお米の中には神様がいるからご飯を残さず食べましょうねと言われました。そして同じようにトイレにはトイレの神様がいるからきれいに使いましょうねと言われました。神様はもちろん目には見えません。しかし、いろいろなものに神様がいると考えると、自然とものを大切に使うようになります。神道では、人が死ぬと神様になると言われています。そのため、歴史の中の人を神様とすることもあります。例えば、京都に北野天満宮という神社があります。そこには菅原道真という平安時代の貴族が神様としてお祭りされています。菅原道真はとても勉強ができました。そのため、学問の神様と呼ばれています。たくさんの中学生や高校生が北野天満宮に訪れます。そして受験勉強がうまくいくようにお参りします。それから宗教とは関係なく神様という言葉を使う場合もあります。特に何かすごいことができる人に対して神様と使います。例えば、有名なサッカー選手がいたとします。その場合、サッカーの神様と言ったりします。そしてもう一つ面白いことがあります。最近の若者たちは神という言葉をよく使うんです。この時、神はとてもすごい、とても素晴らしいという意味になります。例えば、お店に行ってとても親切な店員さんがいたとしましょう。その時、この店員さん、マジで神と言ったりします。ここでは宗教的な意味は全くなく、ただ、すごい、素晴らしいという意味です。このように神様は日本人にとってとても身近な存在です。それは古代から伝わる神道の文化が今でも生活の中に残っているということですね。今日のお話はこれでおしまいです。今日は神道の神様について説明しました。今日は少し難しい言葉や文章も出てきたと思います。お疲れ様でした。今日も動画を見てくださりありがとうございます。動画が気に入ったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そして動画のスクリプトをブログで配信しています。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ見てみてください。これからも一緒に日本語の勉強を頑張りましょう。
バイバーイ。